平和宣言。76年前の今日、我がふるさとは一発の原子爆弾によって一瞬で焦土と化し、罪のない多くの人々にむごたらしい死をもたらしただけでなく、かろうじて生き延びた人々も放射線障害や健康不安、さらには生活苦など、その生涯にわたって心身に深い傷を残しました。被爆後に女の子を産んだ被爆者は、原爆の恐ろしさが分かってくると、その影響を思い、我が身よりも子どもへの思いがいっぱいで悩み、心の苦しみへと変わっていく。娘の将来のことを考えると、一層苦しみが増し、夜も眠れない日が続いたと語ります。こんな思いは他の誰にもさせてはならない。これは思い出したことのない辛く悲惨な体験をした被爆者が、放射線を浴びた自身の体の今後や子どもの将来のことを考えざるを得ず、不安や葛藤、苦悩から逃れられなくなった挙句に発した願いの言葉です。被爆者は自らの体験を語り、核兵器の恐ろしさや非人道性を伝えるとともに、他人思いやる気持ちを持って平和への願いを発信してきました。こうした被爆者の願いや行動が75年という歳月を経て、ついに国際社会を動かし、今年1月22日、核兵器禁止条約の発効という形で結実しました。これからは各国為政者がこの条約を支持し、それに基づき核の脅威のない持続可能な社会の実現を目指すべきではないでしょうか。今、新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、人類への脅威となっており、世界各国はそれを早期に収束させる方向で一致し、対策を講じています。その世界各国が戦争に勝利するために開発され、人類に凄惨な結末をもたらす脅威となってしまった核兵器を一致協力して廃絶できないはずはありません。持続可能な社会の実現のためには、人々を無差別に殺害する核兵器との共存はありえず、完全なる撤廃に向けて人類の英知を結集する必要があります。核兵器廃絶の道のりは決して平坦ではありませんが、被爆者の願いを引き継いだ若者が行動し始めていることは、未来に向けた希望の光です。あの日、地獄を見たと語る被爆者は、たとえ小さなことからでも、一人一人が平和のためにできることを行い、かけがえのない平和を守り続けてもらいたいと、未来を担う若者に願いを託します。これからの若い人にお願いしたいことは、身の回りの大切な人が豊かで健やかな人生を送るためには、核兵器はあってはならないという信念を持ち、それをしっかりと発信し続けることです。若い人を中心とするこうした行動は、必ずや各国の為政者に核抑止政策の転換を決意させるための原動力になることを忘れてはいけません。被爆から3年後の広島を訪れ、復興を目指す市民を勇気づけたヘレン・ケラーさんは、一人でできることは多くないが、皆一緒にやれば多くのことを成し遂げられるという言葉で、個々の力の結集が世界を動かす原動力となり得ることを示しています。為政者を選ぶ側の市民社会に平和を享受するための共通の価値観が生まれ、人間の暴力性を象徴する核兵器はいらないという声が市民社会の総意となれば、核のない世界に向けての歩みは確実なものになっていきます。被爆地広島は引き続き被爆の実相を守り、国境を越えて広め、次世代に伝えるための活動を不断に行い、
世界165カ国地域の8000を超える平和首長会議の加盟都市とともに、世界中で平和への思いを共有するための文化、平和文化を振興し、為政者の政策転換を促す環境づくりを進めていきます。核軍縮議論の停滞により、核兵器をめぐる世界情勢が混迷の様相を呈する中で、各国の為政者に強く求めたいことがあります。それは、他国を脅すのではなく、思いやり、長期的な友好関係を作り上げることが、自国の利益につながるという人類の経験を理解し、核により相手を威嚇し、自分を守る発想から、多様を通じた信頼関係をもとに安全を保障し合う発想へと転換するということです。そのためにも、被爆地を訪れ、被爆の実相を深く理解していただいた上で、核兵器不拡散条約に義務付けられた核軍縮を誠実に履行するとともに、核兵器禁止条約を有効に機能させるための議論に加わっていただきたい。日本政府には、被爆者の思いを誠実に受け止めて、一刻も早く核兵器禁止条約の締約国となるとともに、これから開催される第1回締約国会議に参加し、各国の信頼回復と核兵器に頼らない安全保障への道筋を描ける環境を生み出すなど、核保有国と非核保有国の橋渡し役をしっかりと果たしていただきたい。また、平均年齢が84歳近くとなった被爆者をはじめ、心身に悪影響を及ぼす放射線により、生活面でさまざまな苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、黒い雨体験者を早急に救済するとともに、被爆者支援策のさらなる充実を強く求めます。本日、被爆76周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々と手を取り合い、共に力を尽くすことを誓います。令和3年2021年8月6日、広島市長松井一実。